その数、なんと累計120万台、ギネスが認めた、世界で一番作られた2人乗りオープンだ。あ、前回ジムニーで予告してた車だ。そうだ、その世界記録を持つのが、今日の主役、マツダロードスターだ。世界一のオープンカーって、すごいね。世界中が諦めていた、軽くて楽しいオープン、それをマツダが鮮やかに復活させたんだ。諦めてた楽しさを、取り戻したの。そう、1989年、ユーノスロードスターとしてな、今日はその記念すべき初代、NA 型の物語だ。ワクワクする、どんな車なの？ランエボもインプもセリカも、WRC で速さで世界一、ランクルもパジェロもジムニーは強さで世界一。そしてロードスターは楽しさで世界一。その通り、今日から3回に分けて前史を語るぜ。初代 NA、2代3代の NBNC、現行 ND だ。第1話は、すべての原点の NA だね。ゲームのグランツーリスモでもおなじみ、誰もが気軽に乗れる人気車だ。最初の1台に選んだ人、多いやつ。今日の結論を先に言うぜ。NA ロードスターは消えた楽しさを、世界に取り戻した車だ。消えた楽しさを、取り戻した。その理由は3つある。はい、来た3つの理由、お願いします。1つ目が絶滅した市場の復活、2つ目が人馬一体の走り、3つ目がときめきのデザインだ。ときめき、車の理由でときめきって素敵。そこが今日の見どころだ。それじゃ、早速見ていこう。ゆっくりしていってね。まず軽く紹介だ。NA は1989年デビュー。屋根が開く2人乗りのオープンカーだ。エンジンはどれくらいなの？最初は 1600cc、後の1993年に 1800cc も加わった。車重は約940キロとにかく軽い。今の軽自動車より軽いくらいだ。後ろのタイヤで蹴って走る FR で、パカッと開くリトラのライトが目印だ。あの寝てる目が起きるやつ、可愛いよね。ちなみに海外での名前はマツダ MX-5、北米では MX-5 ミアータと呼ばれている。ミアータ、可愛い呼び名だね。古いドイツの言葉で贈り物報酬って意味だ。頑張った人へのご褒美の車。ってわけだな。なんて素敵な名前なの。日本では今もロードスターの名で売られている。世界では、3つの名前で愛されてるんだ。昔のイギリスには、軽くて安いオープンがたくさんあったんだ。イギリスってスポーツカーの本場だもんね。MG にトライアンフ、ロータスエラン、若者が背伸びして買える、楽しい車たちだった。憧れの最初の1台って感じだね。ところが1970年代、安全基準や故障の多さで、その手の車は次々と消えていった。楽しいだけじゃ生き残れなかったんだ。80年代には、軽くて楽しいオープンはほぼ絶滅状態、誰も作らなくなった。その空いた席に、マツダが座ったの。鋭いじゃないか、きっかけは、ボブ・ホールというアメリカ人記者の一言だ。記者さんが、何て言ったの？昔の軽いオープンを、壊れない日本車で作ってくれとな。彼は後にマツダ入りもした。言い出しっぺが、中に入っちゃったんだ。そして1989年、NA が登場すると、世界中がこれを待っていたと熱狂した。我慢してた分、一気に火がついたんだね。次の理由は、その熱狂を生んだ走りの秘密だ。NA を生んだのが、初代主査の平井俊彦さんだ。主査って、開発のリーダーだよね。そうだ、平井さんの口癖は欲をかかない、馬力やスピードを欲張らなかった。もっと早く、じゃないんだ。ただ操って楽しいだけを突き詰めた、引き算で作った車なんだ。足し算じゃなくて、引き算なのが新しいね。その合言葉が人馬一体、人と馬が心を通わせる、あの感覚だ。思った通りに、車が動いてくれるのね。数字に出ない部分に命をかけた、シフトはカチッと入る距離までミリ単位でな。そこまで、職人技の世界だ。ホロもすごいぞ、ロックを外して後ろへ押すだけ、座ったまま、ものの数秒でオープンだ。信号待ちの間に、屋根を開けられちゃうんだ。軽い車体に、気持ちいいハンドリング、飛ばさなくても、流すだけで楽しいんだ。スピードじゃない楽しさ、憧れるな。そして次が、今日一番語りたい理由、この車のときめきのデザインだ。NA のデザインを率いたのが、デザイナーの田中さんだ。どんな車にしたかったんだろう。彼がまとめた開発の筋書きには、すごい言葉が並んでいるんだ。どんな言葉なの？ときめきの世界の創造、もっと楽しいワクワクドキドキする車をだ。作る前から、もう楽しそう。
そこから生まれたデザインのテーマが、スインギングタイムマシン。タイムマシン、かっこいい名前。造形のテーマは響きときらめき、デザインの合言葉は、ズバリときめきだ。理由の名前のときめきは、ここから来たんだ。そしてここからが本番、NA の形には、日本の伝統美がそっと隠されているんだ。日本の伝統美、オープンカーなのに。まず、笑ってるような顔、あれは能面の小面がモチーフなんだ。能面、優しい顔のやつだ。横から見たボディのラインは、能面の若女を横から見た姿が元になっている。車のラインが、お面の横顔なの、美しい。実は田中さんの奥様が能面を作る人でな、それを見て、日本の美を車に込めたんだ。身近な美しさが、世界一の車になったんだ。まだあるぞ、シートの表面は、畳の表の模様、リアのランプは、江戸時代の奮闘の形だ。奮闘って、重さを測る、重り。そうだ、さらにドアの取っ手は、茶室の小さなくぐり戸がモチーフ。お茶室の入り口、どういうことなの？くぐり戸をくぐる時の、背筋が伸びる緊張感、運転の前にも感じてほしい、というメッセージだ。乗る前から、もう物語が始まってるんだ。車体の曲面は、光の映り込みまで計算済み、これがマツダのいう完成のデザインなんだ。一台丸ごと、芸術作品みたいだね。走りも、デザインも本物、だから NA は、世界中で飛ぶように売れた。さっきのギネスに、繋がるんだね。2000年5月、ついに認定された、二人乗り小型オープンの生産世界一だ。世界一が、正式に認められたんだ。その時の台数が約53万台、スタートを切ったのが、この NA なんだ。一台目があったから、世界一があるんだね。NA の大成功は、世界中のメーカーを本気にさせたんだ。みんな真似し始めたの。トヨタは MRS、ホンダは S2000、日本勢が次々とオープンを出した。国内だけじゃないんでしょ。海外もすごいぞ。BMW の Z3、ベンツの SLK、ポルシェのボクスター、フィアットのバルケッタ。名門ばかりが、こぞって参戦だ。消えかけたライトウェイトオープンの市場を、NA1 台が、丸ごと復活させたんだ。起爆剤って、まさにこのことだね。この楽しいオープンたちの物語は、実はこのシリーズの先で、また会うことになるぜ。NA がアメリカで発売されると、ちょっとした社会現象になったんだ。そんなに人気だったの？納車待ちの行列に、定価より高く売れる始末、誰もがこの楽しさに飢えていたんだ。我慢してた分、一気に爆発したんだね。安い、軽い、壊れない、楽しい、4拍子揃った車は、他になかったからな。そりゃ世界一になるわけだよ。アメリカの国民的司会者 J レノ派、宮田夫3代も持つ大ファンだ。世界中の名車を集めてる、あの人が。最初から完璧だった珍しい車と大絶賛、マクラーレン F1 を持つ男が、だぜ。本物を知る人ほど、ハマっちゃうんだ。おかげで宮田の愛称は、楽しい車の代名詞になった。名前そのものが、ブランドになったんだ。NA は、乗る人を選ばないのも魅力でな、若者から年配の方まで、みんなに愛された。間口が広いんだね。飛ばさなくても、のんびり流すだけで楽しい、底型のスポーツカーと違うんだ。スピード出さなくても楽しいの、いいね。だから今でも、休日にはあちこちで NA 乗りが集まって笑顔で語り合っている。30年以上経っても、愛されてるんだ。今でこそ大成功の NA だが、世に出るまでは綱渡りだったんだ。さっき、車内で反対が多かったって。二人しか乗れない車が売れるかと、何度も止められかけたんだ。実用性は低いもんね、確かに。それでも作り手は信じた、便利さじゃない、楽しさを欲しがる人が必ずいるとな。数字じゃなく、気持ちを信じたんだ。その読みは大当たり、流行り追わず、本当に良いものを作る、その姿勢が伝説を生んだ。ぶれない心が、世界一を作ったんだね。NA で一番人気の色といえば、やっぱり鮮やかな赤だな。赤いオープン、すごく絵になるもんね。ホローロした赤い NA は、ロードスターの象徴みたいな存在だ。カタログの表紙みたいだね。渋いのもあるぞ、深い緑に茶色の革シート、木のハンドルの限定車 V スペシャルだ。緑と木のハンドルって、なんだか英国っぽい。鋭いな、最初の理由で話した英国オープンへのオマージュ、英国の伝統色の緑なんだ。消えた英国の域まで、受け継いでたんだ。
色一つで気分も変わる、そんなところまで含めて、楽しい車なんだ。乗る前から、ワクワクが止まらないね。今やこの NA、旧車として人気が高騰中だ。状態のいい個体は驚くほど高い。そんなに高くなってるの？おなじみの25年ルールで、アメリカでも引っ張りだこだからな。海外からも欲しがられてるんだ。安くて軽い庶民の車だったのに、今や立派なクラシックカー、時代だな。豆知識いくぞ、NA のお尻にあるロードスターのロゴ、実は色で年式がわかるんだ。色が違うの？最初の1600は黒文字、1800の前期は赤文字、後期は緑文字なんだ。信号みたいに、色が変わってる。さらに2003年に整備された限定30台は、なんと黄色の文字、レア中のレアだ。中古を見るとき、お尻の色をチェックだね。評判も見ておこう。良い点は、とにかく軽くて、曲がるのが楽しいこと。デザインも可愛いし、お値段も手頃だったよね。一方で残念な点は、パワーは控えめで、2人しか乗れず、荷物も少ない。割り切って楽しむ車なんだね。でも、その潔さも含めて愛おしい、それがロードスターって車なんだ。楽しさに全振り、かっこいいね。ここで質問だ。屋根を開けて走るなら、昼の海沿いの道か、夜の星空の下か、どっちだ？私は夜の星空がロマンチックで好き。いいねー。ロードスターは行き先より、走る時間そのものを楽しむ車だからな。みんなのお気に入りも、コメントで教えてね。まとめだ。NA は絶滅した市場を復活させ、人馬一体の走りと、ときめきのデザインで世界を取った。3つの理由、バッチリわかったよ。速さや強さじゃなく、操る喜び、それで世界一になった、最初の一台だ。楽しさで世界一って、本当だったんだね。だがな、この楽しさは試練を迎える。次回は2代目 NG と3代目 NC だ。試練って、何かあったの？軽さを決めた ND と、大きく重くなった NC、らしさを、一度見失いかける時代だ。続きがすごく気になる。気になったらチャンネル登録で待っててくれ。毎週金曜夜8時に新作公開だぜ。絶対見てね。それじゃあ、また次回。またな。